こちらスネーク、聞こえるか？聞こえるぞ。まずは着地に成功したな。かなり流されたが。スネーク、君の任務をもう一度伝える。ソコロフの救出、シャゴホッドの開発状況の調査・破壊、そしてザボスの抹殺。ザボスの抹殺。本作戦はスネークイーター作戦と名付ける。ザボスを含めたコブラ部隊を相手にするからか？さらにグルーのボルギン大佐もな。俺は殺し屋じゃない。分かっている。しかしソ連政府の要請はそういうことだ。要請？要求じゃないのか。現政権を脅かす大佐一派を暗殺することが。米ソが核を使わずに済む。それが現政権を支持するということだ。CIA の要請は？ソコロフの救出とシャゴホッドの破壊が最優先だ。分かった、トム少佐。待ってくれ。どうした？コードネームを変える。やはりトムでは縁起が悪い。どうして？実はな、私のコードネームの件だが、記憶違いだったんだ。記憶違い？去年流行った大脱走という映画を見たか？いや。ナチスドイツの捕虜収容所から脱走する実話を元にした映画だ。捕虜たちは逃げるために3つのトンネルを掘るんだ。だが途中で2つが発見されてしまう。捕虜たちは残る最後のトンネルを使って脱走に成功するんだ。そのトンネルの名前はそれぞれディック、ハリー、トム。わかった。あんたは縁起を担いで脱走に使用されたトンネル名をコードネームに？ああ、そうだ。そのはずだった。はずだった？間違っていたんだ。実際はハリーが正解だった。トムは途中でナチスに発見された縁起の悪い方のトンネル名だったんだ。もう一度映画を見て確認した。このためにわざわざフィルムを映画会社から取り寄せたんだ。それは気持ちのいい話じゃないな。で、どうする？やはり今まで通りゼロでいい。わかった、ゼロ少佐。一から仕切り直しということだな。いや、ゼロからのリトライだよ。私の周波数は 140.85 だ。それからスネーク、パラメディックにも作戦に参加してもらっている。彼女にとっても最後のチャンスか？失敗すれば医師免許は剥奪される。似たようなものだ。周波数はバーチャスミッションの時と同じ 145.73 だ。任務の記録も同じく彼女に行ってもらう。周波数は 140.96。こちらも前回と同じだ。それともう一人サポートをつける。武器装備、最新テクノロジーの専門家、ミスター・シギントだ。設計局に潜入して最新兵器を相手にするんだ。わからないときは彼に無線しろ。周波数は 148.41 だ。わかった。ミスター・シギントだな。この先の廃工場で KGB の協力者、アダムが待っている。先週ソコロフが捕らえられていた廃工場だな。そうだ。まずはアダムと合流せよ。彼がソコロフ救出の手はずを整えてくれている。そのアダムの風貌は？廃工場まで行けばわかる。ここは核爆発の汚染地域に隣接している。他に誰も近づかん。合言葉は、愛国者は、ラリルレロ。ラリルレロ。了解だ。今回は装備に45を加えてある。ただし銃声には気をつけろよ。武器装備は現地調達がフォックスのやり方じゃなかったのか？今回は事情が異なる。君がアメリカ政府の工作員として任務を全うしなくてはならない。君の痕跡がある程度必要なのだ。少なくともフルシチョフ政権に対しては。しかし潜入任務であることに変わりはない。いいかスネーク。君が失敗すればそれは全面核戦争の始まりを意味する。くれぐれも慎重に頼む。わかった。それではスネークイーター作戦を開始する。パラメディック。スネーク、また声が聞けて嬉しいわ。俺もだ。1週間ぶりだな。4日ぶりよ。ん？入院中に会いに行ったの。あなたは意識がなかったけど。そうか。では俺の裸も見たわけだな。ええ、包帯とチューブだらけで何もできなかったけど。それは残念だったな。そうね。だけど昨日までそんな状態だったってことは忘れないで。本来なら任務なんてもってのほかなんだから。スタミナゲージに注意しなさい。スタミナが低下してきたら無理せず食料を食べて
回復させるのよ。怪我にも気をつけて。重傷を負ったり毒のある生物に噛まれたらすぐにサバイバルビュアーのキュアで治療して。わかった。しかし君は相変わらずやかましいな。どういたしまして。あなたも相変わらず一言多いわよ。そりゃどうも。ところでこの作戦が失敗すれば君の医師免許も剥奪されるそうだな。そんな話もあるらしいわね。でもそうはならないでしょ。もちろんだ。信じてるわ。だけど本当は医師免許なんてどうでもいいのよ。その件で作戦への参加を強制されたわけじゃないのか。いいえ、自分で申し入れたの。どうして？あなたを見張るためよ。ん？スネーク、あなたは優れたエージェントよ。でも無理をしすぎる。危なっかしいのよ。誰かがあなたの無茶を止めなきゃいけない。ザ・ボスと差し違えたりしないようにね。だから志願したの。お目付け役として私以上にふさわしい人はいないでしょ。ありがと却下。ん？お礼は帰ってきてからにして。ああ。スネーク、バーチャスミッションとは違って今回は夜間の作戦よ。前回の作戦では見られなかった夜行性動物も活動しているわ。中にはキングコブラのような毒を持った生物もいるから気をつけて。毒のある生物に噛まれたら毒が回ってライフがどんどん減っていくわよ。そうなったらすぐにサバイバルビュアーのキュアで血清を注射して。いいわね。シベリアヒトヨタケを取ったのね。シベリアヒトヨタケはヒトヨタケの仲間のキノコよ。とても短命なキノコで胞子が成熟するとすぐに傘の周りから液状化して溶けてしまうの。だから人よたけ。そう。まあ本当に一夜で溶けてしまうわけじゃないけど、溶ける前の溶菌は食用として広く知られているわ。でもお酒を飲むときは食べないようにね。どうして？ヒトヨタケにはコプリンが含まれていて、それがアルデヒド脱水酵素の働きを阻害するの。それでアルコール分解が進まずにアセトアルデヒドが蓄積されてしまうのよ。つまり？ひどく悪酔いするってこと。そうか。しかし何？君は俺が作戦中にも酒を飲むと思ってるのか？飲まないの？当たり前だ。私飲んでるけど。何？冗談よ。もうユーモアのわからない人ね。酔っ払いたくなってきた。スネーク、そのあたりにはオットンガエルがいるわよ。オットンガエルはずんぐりした大型のカエルよ。食用としても知られてるからキャプチャーするにはいいかもね。オットンガエルはもともと日本の奄美大島固有のカエルなの。普通カエルの前足の指は4本なんだけど、オットンガエルは指が5本あるとても珍しいカエルなのよ。そうか。ところでさっき食用としても知られていると言ったな。ええ。ということはかなりうまいんだな。そうみたい。日本の人はみんなオットンガエルを刺身やすき焼きにして食べるそうよ。本当か？ええ。日本か。親近感が湧いてきた。よう、あんたがスネークか。お前が詩吟と？そうだ。よろしくな。少佐からは武器装備、最新テクノロジーの専門家だと聞いてるが。まあ、そいつは間違いだ。え？俺は武器装備、最新テクノロジーについての特別にすごい専門家だ。あんたの麻酔銃やアクティブソナー、動体探知機なんかを作ったのも俺なんだぜ。まあ、武器や装備のことや敵の兵器について聞きたいことがあったら俺に先導してくれ。じゃあな。